はいどうも、現役機械設計者の竹の子です。今回は前回に引き続き 3D プリンターのお話です。前回は 3D プリンターのメリットについてお話ししましたが、今回の動画では 3D プリンターのデメリットについてお話ししようと思います。前回の動画では 3D プリンターは作るのが早くて材料のロスも削減できるといいところばかりをお伝えしました。3D プリンターはどんな形状のものでも早く安く造形でき万能なように言われることがありますが、決して万能ではありません。 3D プリンターにも苦手な形状やデメリットがあります。まとめると4つあります。材料が高い、材料の種類が少ない、造形が苦手な形状がある、造形時間が長い。この4つです。一つ一つ説明していきましょう。まず1つ目のデメリット、材料が高いは言葉の通りですね。他の製作方法に比べ 3D プリンターの材料は比較的高価です。同じ ABS 樹脂の材料を比べても切削用のブロック材で 1kg400 円ほどです。射出成形用のペレット材に至っては 1kg250 円ほどで購入が可能です。 3D プリンター用のフィラメント材は 1kg2500 円ぐらいが相場となります。切削用ブロック材の約6倍、射出成形用ペレット材の約10倍の値段となります。もちろん樹脂の色やグレードによって上下はしますが、だいたいこれくらいの差があります。前回の 3D プリンターのメリットで材料ロスを少なくできるとお話ししましたが、材料の値段がここまで離れていればコスト面から見るとロスを含めても切削や射出成形の方が有利になる場合があります。今では 3D プリンター用フィラメント材を射出成形用ペレット材から自作する方や、射出成形用ペレット材を直接出力できる 3D プリンターなども開発されています。これが一番コストパフォーマンスに優れているのかもしれないですね。2つ目のデメリット、材料の種類が少ないは 3D プリンターでは現状造形出力ができる材料の種類が切削や射出成形、鋳造と比べとても少ないです。 3D プリンターで出力できる材料は金属であれば13種類ほど、樹脂材料では9種類ほど、他には石膏や紙などで造形ができます。他の造形方法では数百種類、細かい種類も含めると数千種類の材料が使用できます。3D プリンター材料の種類は比較にならないほど数が少ないです。今の 3D プリンター市場ではこの材料の数を増やそうという動きが活発です。ドライヤーで形を変えられる樹脂材料やエンジニアプラスチックの造形など面白い材料も出てはいるのですが、なかなか増えていないのが現状です。3つ目の造形が苦手な形状があるも、前回の動画で今までの方法では造形ができない形状も造形可能とお話ししましたが、 3D プリンターも万能ではなく苦手とする形状もあります。現状の 3D プリンターでは90度のピン角や鋭利なエッジは造形が苦手です。どうしても小さく R がかかってしまうため、後処理で表面の研磨が必要な場合があります。また浮いた形状は出力ができないため、サポートという支えが必要となります。サポートを除去する作業もなかなか大変で、製品の表面を傷つけてしまったり発火してしまったりすることもあります。4つ目の造形時間が長いも、前回の動画で他の製作方法よりも早く試作ができるとお話ししましたが、それと矛盾するという方もいると思いますが、試作でも製品でも物を作る際に準備と製作の2つの時間が必要です。他の製作方法では準備の時間が大半を占めます。
射出成形を例に挙げると、試作型を作るのに1ヶ月から2ヶ月かかります。試作型が出来上がれば、実際物を成形するときには1つ10秒もかからずに成形できてしまいます。3D プリンターは型を用意する必要がないので、その準備の1ヶ月から2ヶ月が不要となります。しかし造形する時間は2時間から2日ほどかかります。トータルでは期間は短くできますが、造形時間に限ると他の製作方法よりも時間がかかるのです。以上が 3D プリンターのデメリットとなります。3D プリンターならどんな形状も安く早く造形できると謳われていますが、デメリットもあります。他の製作方法を選択する方が正解ということもありますので、メリットとデメリットを理解して活用することが大切です。それでは 3D プリンターのデメリットをお話しさせていただきましたが、どうだったでしょうか。 3D プリンターのメリットばかりよく耳にするので、そんなデメリットもあるのかと理解していただけたら嬉しいです。このチャンネルでは現役機械設計者のたけのこが 3D プリンターについてだけでなく CAD や設計ノウハウなども発信していますので、よかったら他の動画もご視聴お願いします。チャンネル登録をしてもらえれば新着動画の通知なども出ますので、見逃すことなくご視聴いただけると思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。